下がってんですよ、半音下げ。こんな感じで一気に音量を上げて、リレーもかけて、終わったらこれで戻ってこれるので。はい、どうも始まりました。今回はこちら、Zoom マルチストンプ MS50G プラスの超便利な活用方法ということで、いやね、おすすめなね、テクニックがいくつかあるので、この動画で紹介していきたいなと思います。で、最後の方に紹介するのが、特にね、皆さんにお伝えしたいっていうか、おすすめなやつありますので、ぜひ最後までご覧になってください。そして今回の動画、なかなかためになるな、いいなと思ってくださった方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それじゃあ早速やっていきましょう。一つ目に紹介するのはプリセレクト機能です。普通このマルチストンプって、例えばこのメインドライブが一つ目、次がクリーン、そしてその次にメインドライブプラスディレイっていうのが並んでる場合、順番に音がこう変わりますよね。メイン、クリーン、メインプラスディレイ。なので何個か先の音に行きたい時ってここをこう2回押したりこう3回押したりしてね、違う音に行ったりしますよね。これがプリセレクト機能をオンにすると一気に飛べるっていうやつなんですよね。設定方法は簡単で、メニューの中で右の方に行くとこれですね、プリセレクト。ここをポチッと押すとデフォルトはオフになってます。これをオンにするだけです。こうするとどうなるかっていうと、今メインの音ですよね、歪んでるやつで、次のクリーンはすっ飛ばしてディレイに行きたいってなった時に、クリーンすっ飛ばしてディレイにしておくと、なんかこれ点滅してますよね。これ実はまだこの音には行ってないんです。音は普通のメインの1個目の音のままで、ここでディレイに飛びたいってなったら踏めばディレイがかかった音に行くんですよね。あらかじめね、次の音に行っておいて、GO っていうタイミングでフットスイッチを踏めば切り替わるっていうのがプリセレクト機能です。続いてはマスターボリューム機能です。これ便利なんですよね。Zoom マルチストンプにはパッチ一個一個に音量がこう設定できますけれども、それらを全部下げたいとか全部上げたいっていう時ありますよね。これも簡単でございます。メニューに行って右の方に行くと、はい、ありました。アウトプットボリューム。こちらですね。これがデフォルト100になってるので、上げることもできれば、下げることもできます。結構下げちゃいましょうか。下がりましたね。で、これ全体の音が下がってるので、クリーンも下がってます。なので、一個一個のバランスは各パッチの音量で調整するんですけれども、全体の音量を上げたい、下げたいっていう時は、このアウトプットボリュームで設定するといい感じです。続いてはタップテンポです。タップテンポめっちゃ使いますよね。タップテンポっていうのは曲によって異なるテンポを足でこのフットスイッチだとかを踏むことによって、このエフェクター側に今こういうテンポだよっていうのを伝えてあげて、エフェクター側でそのテンポに合わせたディレイタイムだとかいろんなねテンポ管理をしていくっていうもので、これもね実際やってみましょう。まずそもそもこの Zoom マルチストンプってパッチごとにこの音色一個一個ごとにテンポが設定できます。それはどこで見るかっていうと、これもまたメニューの左に行くと、ここに BPM っていうのがあります。ここでポチって押すと、デフォルトは120に設定されています。ここでね、テンポ、曲のテンポとかを設定しておけるんですけれども、タップテンポで入力したい場合は、ここにタップテンポ入力用の、エフェクターっていうのかなみたいな位置づけのものを入れます。どこでもいいんですけれども、場所は一番左の一番上。はい、ありましたね。一番左上に BPM。これを入れちゃいます。で、ほら見てください。ここで。今設定されてるテンポで光ってます。こんな感じですね。で、これを、こう、ゆっくりすると、変わりましたね。で、今これテンポいくつなんだろうっていうのももちろん見れて、ここをね、パラメータを出すと、77なんだ、みたいな感じになってます。なので、今回のテンポの曲。
みたいな感じで、そのテンポに合わせたディレイ音がね、鳴るようになります。で、この状態で記憶されます。タップテンポをこう、バン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 やっていると、直近に設定したテンポでオートセーブ設定している場合はそれで保存されます。で、あとディレイ側の設定なんですけれども、今はちなみに、負点8分で設定してますね。このテンポに対して負点8分で鳴らすっていう風にしてるので、四分音符とかにすると分かりやすいですかね。このテンポ通り。続いては今の設定、ちょっとやっぱ一旦なかったことにするってやつです。何のことかと言いますと、設定してると元の音の方が良かったじゃん、元に戻したいんだけどもオートセーブされてるから、もう戻せない、最悪ってなった時に戻せる方法があるんですよ。すごくないっすか？やってみましょう。今デフォルトの音がいい音してますよね。でこれをいい音にしようと思ったつもりが、うわみたいな、最悪あの音のが良かったってなった時に戻せるんですよ。メニューを押しまして、こちらでございます。リベートパッチ。このアイコン、元に戻すアイコンみたいな、これをエンター押します。そうするとファクトリーかもしくはプリビアスっていうのを選択できるんですけども、プリビアス、これを押してポチってやると、このパッチに自分がやってきた時まで戻してくれるんですよ。いきますよ。ポン。はい。どう？おい、戻った。やっぱこの音の方が良かった、元に戻ってっていう機能です。これやばくないですか？もう一個ファクトリーっていうのさっきありましたよね。今いるパッチ番号が買った時の状態に戻るので、初めまっさらのエンプティのところに音作ったっていう方は、エンプティ状態に戻っちゃうので、ここはね、ちょっとご注意いただきたいんですけれども、プリビアスを設定することによって元に戻せます。続きましてはライブラリーサウンド設定について紹介したいなと思います。ライブラリーっていうエフェクターがこういっぱい並んでるところから、このエフェクトをね、好きなエフェクトをここにどんどん追加して音作っていけるっていうのがこのマルチトンプの良さですけれども、例えばこのドライブサウンド、ここにディレイ足したいなってなった場合、どのディレイが合うかなって、なるほどって言って探しますけれども、このディレイの音って今ドクリーンの音にかかってるじゃないですか。じゃなくて、さっきのドライブがかかってる音にこのディレイがかかった音をこう比べたいんだっていう風になる時ありますよね。できるんです。またメニューの中のこちらですね、ライブラリーサウンド。ポチッと押すと、デフォルトはシングルエフェクトサウンドっていうのになってるんですけれども、こちらをですね、パッチメモリーサウンドに設定します。そうすることによって、さっき選んでたこのディレイの音が、ね、この歪んでる音にどういうのがこうかかるかが、なるほど。なるほど。みたいな形で、ここでね、その音作りっていうか、音をこう比較しながら、どのディレイが合うかなっていうのを選べるっていう感じです。デメリットとしては、そのエフェクター単体の音がどんな感じなのかっていうのが、これちょっと分かりにくくなるので、ここはね、ケースバイケースで、さっきの設定を行ったり来たりしながら使い分けるのがいいんじゃないかなと思います。はい、続きましては、半音下げチューニングにするやつ。もうこれね、便利ですよ。ありますよね。スコア開いて練習しようと思ったら、チューニングハーフダウン。半音下げかっつって頑張ってね、半音下げるだとか、あとライブ中に1曲だけ半音下げの曲やるって言われた時に、そこだけチューニングをまたね、頑張って変えるってこれ大変じゃないですか。で、世の中には、ドロップとかチューニングをね、変更できるエフェクターありますけれども、いや、ちょっとそれ買うお金ないしなとか、1曲だけなんだけどな、できるんですよ。お伝えしますね。じゃあ、いつものこのメインの、この音でいきましょうか。ここにとあるエフェクトを追加します。追加する場所はね、一番前ですね。間違えた。一番前だ。これだとノイズゲートがドア玉にいるんですけれども、その前かな。そうしよう。一番前に入れちゃいます。何を追加するかと言いますとですね、このコーラスエリア、ブルーのこのモジュレーションゾーンに行って少し上に行くと、こちらですね、ポリフォニックピッチシフター。これを入れます。ピッチシフターと思うんですけども、これそもそも何かっていうと、オクターブ上、このシフト12って書いてるのは12フレット分ってことなんで、半音12個分、1オクターブ上の音が、わかります？ピヨーって高い音と一緒になってるんですけども、違う音をこう追加させるっていうのがこのピッチシフターってエフェクトなんですけれども、これのドライ
一番右にありましたね。ドライっていうのはこれ原音、素の音。これを0にしちゃいます。はい、0000。はい、すると、このね、高い音だけ残りましたよね。それがウエットってやつなんですけど、まあ、これ100にしておきましょうか。ウエット100、ドライ0。で、この状態で一番左のシフト。これをマイナス1にしてください。要は半音下げですね。すると、一回ボリューム0で弾きますよ。これ A じゃないですか。いきますよ。僕、やばくないこれ。やばくないもう一回。下がってんですよ、半音下げ。だからこの E も、音結構使えるでしょ。でこれもう一個下げるともう全音下げですよ。いや、どんどん下がって、これどこまで下がんのこれ。もうめっちゃ下がんな。まあね、まあちょっとまああれですけど、このピッチシフターが半音下げてくれてるので、これをオフると、普通のチューニングに戻ります。やばい。これぜひ使ってください。じゃあ続きましては、こんな音も入ってるんだよシリーズ。イエーイまずはですね、アコースティックシミュレーター、アコギの音出せるよってやつですね。これちょっと場所分かりにくいんですけども、ドライブ系のエフェクターが入ってるところの一番上にあります。アコースティックシミュレーター、オン。で、これね、コツはね、ピックアップセレクターをちゃんと変えるってやつ。こっちの方が好きかなみたいな。ここもね、結構ね、大事なんで。で、もちろんここでちょっと鳴りを変えれるので、ちょっとね、トーン下げて、ボディのふくよかな鳴りを上げてみようとか。あとね、面白いのがね、ループロールっていうのがあって、一番最後、これですね、黄色のところにループロールっていうのがあります。これね、やってみよう、とりあえず。こう、踏んだ瞬間に鳴ってた音を繰り返してくれる。これも、タップテンポ有効になってんじゃないのかな。めっちゃゆっくりにすると。っていう形で、まあ、タップテンポで設定する必要はないですけれども、ここでね、もっとすごく超小刻みに、ババーって刻むような設定にしておいて、なんかブレイクの時に使うだとか、みたいなね。あと最後にね、謎つったら怒られるな、ボンバーあるんですよ、今回も。これね、もう、ズームのエフェクターといえば、絶対こう、入ってるボンバー。今回、エフェクトの数かなり厳選されてるのに、それでもボンバーいるってことは、もう、ズームさんは絶対ボンバー推しなんですよ。これ何かっていうと、これ音量大丈夫かな？あ、大丈夫だった。これ何に使うんでしょうね。こういうのなのかな。なんかウルトラソウルとかの意外とあり。さてはっちゃけてしまいましたね。じゃあちょっと落ち着いた機能いきましょうか。チューナーですね。チューナー説明します。ここフットスイッチ長押しでチューナーが起動します。こんな感じでしょう。普通にいい感じだし、LED が緑になるんだ。素晴らしいですね。使いやすいです。僕、ちなみに初めて使ったんですけど、使いやすい。そして、チューナーをこれね、オンにするとき、今、音出てるじゃないですか。ここも設定できまして、一番左、バイパスじゃなくてミュートにすると、音出なくなりました。ミュートの機能としても使える。だからライブ中に、で、MC 入ってる時に、はい、チューニングしとこう。つってもできるってやつで。これだから僕ミュートオンの方がいいんじゃないかなと思いますね。
続きましてはアプリですね。ハンディギターラボというアプリが出ていて、iOS もしくは iPadOS に対応しているということで、残念ながら Android には現在対応してないそうなんですけれども、中に搭載されているエフェクトの種類が見れたり、どういうパッチがあるのかっていうところが見れたり、あとその音がこう編集できます。今右側のプレゼンスいじってますけども、こんな感じでね、設定が変更できたり。アプリでやって一番これいいなと思ったのが、音の並び替え。これで、並び替えできちゃうんで、本体でももちろんできますけれども、アプリでやった方がこれはやりやすいなと思いましたね。で、あとね、エフェクターの種類。今はそこまで種類めちゃくちゃ多くはないですけども、これも多分ね、今後増えてくるんじゃないかなと思っていて、今後ね、エフェクターがなんか新しく増えたら、ここからね、本体にこう追加して、新たな音が出せるようになったりっていうこともするかなと思います。はい、では最後に紹介したいのがですね、お待たせしました。LINE セレクターでございます。うわー、これね、Zoom のマルチストップ詳しい方は今ね、ってうなずいていただいていると思うんですけれども、なんと内部の複数のエフェクターを同時にオンオフすることができるんです。このマルチストンプってやっぱりこうやって小さいがゆえにフットスイッチ1個しかないじゃないですか。なので、例えばこの歪みのペダルがあって、その左にあるブースター、これで音量を大きくして、さらにディレイをかけて、さらにリバーブも同時にオンにしたいっていう時は、これ今やったみたいに一個一個オンにしていかないといけないじゃないですか。これがもし一括でオンオフできるとしたらめちゃめちゃ便利じゃないですか。そういうアイテムがありまして、歪みの後ろに追加するんですけれども、一番左へ行きます。そして上かな、こちらです。LINE セレクター、これを入れちゃいます。すると、これをオフにすると、この LINE セレクターから直接アウトプットに行くんですよ。要は後ろにいるエフェクターは全部無視、オフするとこういう音ですね。ノイズゲートと歪みしか入ってない。で、これをオンにすると、これね、一気に3つかかったんですよ。これ僕ギターソロ用を想定して今作ってるんですけども、オンにした時って後ろに RC ドライブ、歪みよりも後ろにブースターが入っていて、でここのね、ゲインはほとんど上げてなくて音量だけ上げる設定にしてあるんですよ。なのでまず音量が上がってます。さらにテープエコーでディレイがね、ディレイかかってますよね。そしてリバーブも同時にオンになってる。これでギターソロが来た時にこんな感じで一気に音量を上げてディレイもかけて、終わったらこれで戻ってこれるのでめちゃめちゃ便利です。これいかがでしたでしょうか。今回の動画役に立ったっていう方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてコメントもたくさん気軽に書いてみてください。高評価もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。